どうも、こんにちは。デミコでーす。はい。というわけで、じゃあ、どんこどんこ、続きをやっていきたいと思うんですけど、はい。編みましたよ、ここまで。編みました。はい。56段編みました。6段だと思うんだ。はい。で、ここからどうしていくかっていうとですね、ここからね、つま先に行くんですよ。つま先に行くんですけど、ですね、どうやってつま先をやっていくかというとですね、私の足はですね、まん丸つま先の方が合うということで、ここはあえてのまん丸、つま先をこれでやっていきますよ。はい。逆側からやっていくパターンでございます。はい。その前に、はい。つま先に来ましたので、またこれ再度登場していただきましょう。こちら。はい。強化用の糸ですね。こちらをちょっとね、また使いつつ入れていこうと思うんで、とりあえず、この糸を入れて一周編もうと思います。はい。ね、これをやっぱり入れといた方がいいと思うんでね。うん。かかとに入れたんだからつま先だって入れときたいじゃんっていう話でね。とりあえず、これだけ編んだってしょうがないね。こっちと一緒に編まないと。はい。こっちの糸と一緒につま先にも入れていくんですが、とりあえず一段普通に、なんだ、なんだ、メリヤス。はい。メリヤスを普通に編んでいこうと思いますよ。いや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 、一気に編んじゃいましたよ、本当に。今日はね、あれですよ。天気が良くてね、でもね、ここのとこね、昨日、一昨日昨日ぐらいからかな、気温がまた下がってね、で、なんかやたらと風がピュー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 吹いてて、で、今気温が昼間晴れてんだけど5度。で、夜の気温が今朝なんかマイナス3度とか結構寒くって、まあでもあっちっちなんでね、私ね。うん、あっちっちタイムが来るんで、そんなに大したことないんですけど、でも、うすら寒い感じがちょっと私の部屋もしてて、なかなかちょっと外に出るのも億劫な感じなんですけど、まあ、でも、天気がいいと寒くってもね、外に出たきゃ別に暖かいからね、暖かいっていうか寒くないからね。うん。だからあれですけど、天気がいいといいなと思って。いや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 、靴下、とうとうここまで来ましたよ。本当に。なんか、編んでて、この靴下がもしかしたら、ある意味一番やっぱり簡単なんじゃないかと思いますよ、私。うん。これはこれでいいなって。うん。履き口から編みたいと思う時もあるからね、やっぱりね。だから、まあ最後ほら閉じなきゃいけないから、閉じるっていうか剥ぐっていうの。うん。だからちょっとめんどくさいっていう人ももしかしたらいるかもしれないけど、でも私的にはこの編み方も時々やってもいいなってちょっと思いますわ、やっぱり。うん。なんせ私が一番最初に編んだ靴下これですからね。うん。これですよ。で、一番最初に編んだ時はさ、このなんていうの、この、かかとをさ、こう、なんていうの、作っていくところ、ここをこう引っ掛けて編んでっていう、ここのやり方が分かんなくってさ、もう普通にその編み図のまんま編んで、最後あれだわ、縫ったわ、そこを縫い合わせたわ。うん、縫い合わせたってか閉じ合わせたっていうのか、編み物的に言うと。うん。まあそれでもできるんだけどね、言ったら。うん。それでもできちゃうんですよ。だからもうなんか、それで私一回動画出してると思うんだ、その閉じ合わせるっていう感じで。うん。多分ね、出してると思うよ。あれで最初やったんだよね、あの方式で。うん。だってさ、この編み図ってさ、なんかさ、読みづらいじゃない、非常に。私は読みづらいんですけど、私、編み図ってさ、なんか中途半端に読めるような、読めないような感じだからさ、だからなんか、ちょっと難しくなるともう読めないのよね。うん。普通の平編みとかの、あとはなんか、透かし編みだの、なんだの、なんか、そういうのはさ、普通に読めるけどさ、なんかここでこうして、ああしてみたいな、こういう、なんていうの、めんどくさそうなやつなんかは、もうめんどくさくなるとちょっと見るの嫌になっちゃうっていうかね。うん。はい、一周編んできましたよ。はい。で、じゃあここからね、つま先、まん丸つま先をやるのに減らし目をしていくんですけど、増し目する時も2つ目でやってたから、減らし目も2つ目でやっていこうと思います。編んで、で、こっちを減らしていくんだけど、こっちは入りの方ね、入る方ね、入る方だから、
こっちから左側からぐさっと刺して、この人まずでいこうかね。ぐさっと刺して2目1度、左上2目1度をこっち側でやります。それで普通に編みます。連れてかなかった。まあいいや。はい。じゃあ逆サイド3目残るところまで編んでいきます。はい。3目残るところまで来たので、右上2目1度。で、最後編んで、はい。これで全部、こう端っこを1目ずつ減らして4目減らしたんで、で、次はとりあえず、そしたらね、3段何もしないで、メリヤス編みっていうか、表編みだけで、3段編みます。これはもうあれだからね、普通に編んでいくだけだからね。ちょっと待って。こうして、この人連れてくからね。よし、連れてくから、じゃあこれでとりあえずね、じゃあ一気にね、3段編んでいこうと思いますよ。はい、3段編んできました。はい、3段編んだところで、はい、また減らします。普通に編んで、左上、はい、左上2目1度、はい、で最後3つ残るところまで編み進めます。逆サイドね。おっとっと、はいはい。でここで今度は右上2目1度なので、右側に2目移してぐさっと刺して、向こう側で編んで、で最後1目、逆側も同じようにはい1目編んで、左上2目1度、はいで逆サイドまで3目残るところまで編んできます。はい、ここまで編んできたので、右に1目ずつ移して左からぐさっと刺して向こう側で編んで、で最後1目、はいこんな感じでまた減らしたんですけど、この後は今度は2段メリヤス編みをします。はい、2段メリヤス編みをするんですけど、それを2回繰り返す。2回繰り返します。はい。さてこの辺でちょっと今日はとっとと喋っといちゃおうかななんつってね。っていうのは、こう2月のね終わり後半、もう終わるわけですけど、2月ね。で2月後半ということで、あっという間に1年経っちゃいましたね。ウロ戦争みたいな感じでね。まだまだちょっと終わりが見えない感じで、どうなるのかわかんないんですけど、ウロに関してはね、いろいろ皆さんああだこうだあると思うんですけれども、私がとにかく言いたいのは、どっちをね擁護したって別にもういいんですよ、はっきり言って。はっきり言ってね。でもそこで止まってちゃいけないんですよね。やっぱりね、他人事っていうかさ、やっぱり対岸の火事だと思って、単純にだからさ、ウクライナがかわいそうだからウクライナを応援しなきゃとかさ、ね、ロシアはダメだとかさ、ね、いやロシアだって
理由があるんだみたいなさ、いや、ありますよ、それはね。いろんな歴史、昔からの歴史を踏まえて考えるといろんなことがお互いあって、でそういう経緯はもちろんあるんだけど、でもそこで止まってちゃやっぱりいけなくって、何が大事かっつったら、じゃあ日本人の私たちとしてはね、日本を見た時にじゃあどうすればいいのっていうことで、どうすればいいのってウクライナを助けなきゃとかそういうことじゃないっすよ。そういうことじゃなくてさ、今起こってることを見てさ、どういう状況になったら攻め込まれるんだっていうのをさ、こう世界的な流れがあるわけじゃないですか。例えばさ、そのね、時系列的なことを言えばね、アメリカの大統領がうちは兵出さないって言ったらね、すぐさまやってきたわけですよ。ね、結局。そういうことを考えると、じゃあ今の状況を考えて日本はどうするべきなのかっていうのを考えなきゃいけない。そこを一番考えなきゃいけなくて、どっちを応援するだのどうのこうのどっち寄りだのとか、もうそんなことはもうどうでもいい。はっきり言ってはっきり言ってどうでもいいと思いますよ。いや、どうでもいいってね、そのだから放置しろとか言ってるんじゃなくて、それはね、なんつうの、人道的に助けなきゃいけないだろう、うんだらかんだらっていうのはね、もちろんあってしかるべきだと思いますよ。ね、だって実際難民も出てることだし、だけどその難民の内容もよく見ないとね。それは置いといて、いろいろヨーロッパでもあるわけですよね。でもそれは置いといて、で何を考えなきゃいけないかっていうと、やっぱり日本を取り巻く今の状況を見て、今起こってることが同じことが日本に起こり得るわけですよ、今。それをどうするかですよね、結局は。だからあの戦争を見て、どっちがかわいそうだからどっちを応援しなきゃとか、どっちを助けなきゃとか、もうそこでストップしないでよっていう話でね。現実的に日本は狙われてるわけで今ね。だからこれウロ戦争終わったら次のあれですよ、草刈り場は台湾と沖縄ですよ。って言ったらあれですよ、なんでじゃあC 国がね、例えば尖閣の主張をね、自分たちの領土だって主張してるかっていうのはさ、結局台湾も尖閣がわしらのだって言ってるわけよね。でその台湾がわしらのだって言ってて、で C 国は台湾はわしらのもんだって言ってるわけよ。ってことは自動的に台湾を取れば尖閣も彼らのものなんですよ、彼ら的に言うとね。だって台湾が尖閣は台湾のものだって言ってるわけだから、その台湾は自分らのもんだって言ってるわけだから、台湾取れば尖閣もわしらのものっていうことなわけですよ。それでその理由で来てるわけですよ。なんか髪の毛編んじゃったな私、切っちゃえ目立たないからそれで来てるわけですよね、結局。でもあれはずっと日本のものなんですけど、だから一度もね C 国だったこともなければ台湾だったこともないわけで、だからそこを台湾大変ねって、そうじゃないのよ。来たらもう日本も巻き込まれるのは必然なのよ。だからそういうことがその現実的に今起こりうる状況であるのに、なんていうのかな、そこを見ないでうがろがってやってるのはちょっともうちょっと考えようよっていうね、その先までちょっと考えようよっていう話でね。で結局アメリカさんがほらね、出さないって言ったらプッと来たわけでしょ。同じことが起こり得るわけですよ、こっちでもね。あんだな、今2段あんだね、ここまで来たね。はい、そしたらまた減らします。起こり得るわけですよ。アメリカさん来ないってことになったらさ、来ますよそりゃ。だからフィリピンがアメリカさんまた来るようにしたでしょねえ。でフィリピンはほらアメリカさんがいなくなった途端に取られちゃったわけだから、南沙諸島ね。だからそれを考えるともう一目瞭然なわけで、だから基地反対っつって沖縄でやってるのは何のためにやってるんでしょうねっていう話ですよ。だから純粋に基地反対ってやってる人も中にはもちろんいるんだろうけどあれいなくなったらどうなると思ってんだろうね。あの人たちは当該から来てる人、たちが多いって言うからさ、本当に島の人たちは
本当にそう望んでるのかっつったら、そんなみんながオール沖縄とか言って、そんなみんながそうやって望んでるわけじゃ絶対ないと思うんで、逆にその離島の方の人たちの方がもっと現実的に見てるからね。世の中っつうのはさ、もうそうやってほら駆け引きみたいな感じで、いろいろあっちこっち、これが出たらこっちが出てくる、あっちが引っ込んだらこっちが出てくるみたいな感じで動いてるわけだからさ、だからそれを考えたらちょっと減らすの忘れた減らすの忘れた。それを考えたらちょっとやっぱりなんていうの、対岸の火事では見てらんないんだよね、ウロ戦争っつうのは。だからやっぱりね、どっちがどっちがっていう話だけに終始せずに、ね、助けなきゃどうのこうのって、いやちょっと待って、助ける前に自分たちの国どうにかしなさいよっていう話なわけですよ、言ったらね。それは助けるのも大事だけど、自分たちも危機にあるんだってことに気づいてない人が多分多いんじゃない？日本って。欧米でも言われてますよ。ウロの次は台湾だって。つまり日本でもあるんです、それは。ね、言ってたでしょ、安倍さんが。台湾危機は日本の危機って、そういうことなんですよ。あっち来たら日本もやられますよ、もちろん。日本も当然対象になるんです。だってあちらの認識としては尖閣は台湾だから、言ったらね。はい、これをまたここ減らして、だから来るんですよ、ああやって。もうね、向こうだって分かってんですよ、自分たちのものじゃないってことはね。だけど台湾もそうやって主張してるしっていうことで、台湾はオイラっちだからね、オイラのとこだから、そしたらもう当然尖閣だってオイラのとこだわっていう論理で来てるからね。それ自体も知らない人も多いんじゃないかな、もしかしたらね。やっぱりあれですよ、よそ様のことを見て、それであらっつって自分とこう顧みて、あらじゃあ私たちこうしないとねみたいなところまでちょっと思い至らせないと、ねえ、ほんと心配でしょうがないよ、本当に。いやそんなわけないじゃんって思う人いるかもしれないけど、そんなことないですよ。世界ではもう次はあそこだって言われてますから、こっちでもね、欧米でもね。日本はほらメディアのねあれもあって、なかなかそういう情報がバーンとは出てこないだろうけど、そんな情報なんてネット忘れはいくらでも出てくるわけでね。やばいってマジで。やばいやばいっつって何もなきゃそれでいいんだからさ、言ったらね。だからあれだよ、必要なことはやっぱりやんなきゃいけなくて、でその兵力の増強ももちろんやんなきゃいけないし、もうとにかく日本を守るっていうことを考えて何をしなきゃいけないのかっていうのをさ、ね、まずはね、そういったなんていうの、何しなきゃいけないっていうその実質的なところでは政府はもちろんそういうふうに動いてもらわないと困るんだけど、でもほんとなんか頼りないよね。頼りないっていうかダメだよね、やっぱり。あの政権はダメだわ。あんな政権に任せてたら日本沈没だよ、マジで。ここは今減らしたよね。減らしたよね、今。減らしたっけ？数えればいいんだよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。減らしてないじゃん。減らしてないじゃん。じゃあどこにっつったらそこがまた問題なんだけどさ。ね。とりあえず頭すげ替えないと。で、外務大臣もダメだしさ。ねえ、全然。あんなん絶対ダメっしょ。だからあれだよ、日本の今の状況って、だからとにかく何をしなきゃいけないかっつったら、まずはだからさ、予算増やすのももちろんそうなんだけど、予算増やすだけじゃなくて兵力の増強、そして装備の増強じゃないですか、やっぱり。それをさ、ここ普通にね、じゃああと2段普通にメディア賛美するけどね。でもそれをさ、なんかさせたくない人たちっていっぱいいるよね。なんでなの？自分とこの国が強くなるのが何が問題なのよ。戦争できるって違うっしょって。戦争できるじゃなくてさ、今専守防衛っつってさ、ね、やられてからやり返すっていうさ、それってさ結局被害が出るってことになるわけじゃない？それを最初から防がなきゃいけないわけでね。だから法律だって変えなきゃいけないし、憲法だって変えなきゃいけないし、やることいっぱいあるんだよね。いや憲法変えなくてもね、解釈で何とでもできるんだけどさ、本来はね。
だからね、私最近ね AV のあれですよ、監督の有名な人いるでしょ、村西徹監督ね。村西徹って誰だって分かんない人もいるかもしれないけど、まあ80年代最後だっけ、90年代80年代の最後あたりかね、黒木香織でございますって言って出てきた脇毛の AV 女優いたでしょ。あの人が世に出てきたのは、出したのがあの人よね。そう村西監督で、あれちょっと待ってね、で村西監督が、まあ、某、チャンネルで、対談してたのを、まあ、聞いたんですよね、最近ね、聞いててね。で最近っていうか、まあ、最近のじゃないんですけど、ちょい前のやつなんだけど、それちょっと聞いててさ、もう言えて妙って感じ。もう村西徹監督はあれ頭いいからね。お勉強できなかったらしいけど、まあ頭の回転早いからね、面白いしね。これでなんかその時に言ってましたよ、日本の今の状況を分かりやすく説明してくれました、村西監督バージョンで。日本っていうのは今ね、満員電車に女子がすっぽんぽんで乗ってるようなもんだって。わかる？満員電車よ。ね。満員電車に若い女子がすっぽんぽんで乗ってるようなもんだってさ。つまり、全然防御されてない状態ですっぽんぽんのまま乗って、もう触られまくりみたいな、もうやられちゃうよっていう話なわけですよ。で今もう触られまくりの状態ですよ今ね。だってほら、ミサイルが飛んできて EEZ に、着弾されたりとかさ、例えばね N 渓谷だってさ、日本の上すっ飛ばしてきたりとかさ、いろいろあるわけじゃん。あれがね、もう触られまくりの状態なわけよ。でロだってね、しょっちゅう飛ばしてるじゃない、日本の周り。しょっちゅう飛ばしてんだよ。で毎日のようにあれだからね、もうスクランブルかけてるからね、自衛隊は。毎日ですよ、ほぼ。もちろん一番多いのは C 国なんですけど、相手はね。私がだって沖縄に行った時、那覇空港からスクランブル発進2回見ましたよ、だって。2回。だからそれだけしょっちゅう上がってるんですよね、やっぱりね。だって年間の回数にしたらもうなんか700、800回みたいな、なんかそういう回数だった気がする。1日2回ぐらい出てんですよ、平均すると。だからスクランブルが多いでしょ、それって。意外と知られてないと思うんだけど、毎日スクランブル出てるんだよ、だから言ったら。そんな状況の中なのにさ、私らのほほんってしてるけど、空の上ではどんなことが起こってるのか。空じゃなくて海もね、もちろんね、海でもそうだけどさ、ねえ、どんなことが起こってるのかってやっぱり知らないといけないよね。で結局さ、なんかいや、そんな戦力とかその防衛よりも社会保障だって言ってるアホな人がいるけど、安全保障ね、国の安全保障をね、国が兵力を持ってその国民を守るっていうのが一番の安全保障の、その一番の福祉なわけですよ、言ったら。だってそこがなかったら福祉なんてありえないんだからさ。日本を守ってくれる人たちがいなきゃさ、日本って国が成り立ってるのは9条があるからじゃないよ。あんな何の意味もないからね。だって話し合いで解決できるんだったらウロ戦争だってなかっただろうしさ。話し合いで解決できるんだったら世界中で起こってた戦争なんて起こらないわけでさ。だって結局戦争っていうのはさ、政治の行き着く最終手段なわけだからね。外交のね、行き着く最終手段が戦争なわけですよ。話し合いでうまくいかなかったから戦争になるわけであって、それを話し合いでなんつって何言っちゃってんのっていう話になっちゃうわけよね。そんな話し合いで戦争が回避できるんだったら、あと離婚だって回避できるでしょ。離婚訴訟なんて起こんないでしょって話よ。言ったらみんながみんなだってあれでしょ、協議離婚になるわけじゃない。でもそれができないからみんな裁判を起こしてさ、ね、親権争ったりとか。同じですよ。話し合いで解決できないから裁判するんでしょ。話し合いで解決できるんだったら離婚なんて全部協議離婚ってなるわけじゃん。できないから裁判になっちゃうわけで、それ考えたら、外交だって同じことっていうことですよね、本当に。というわけでここまで編んでまいりましたよ。はい。
はい、今いくつになってるのかな。 1,2,3 9、10、12、はい、全部13。はい。で、もう一回減らしますね。もう一回減らして、で、また2段編むっていう感じですね。いや、ほんとそうなのよ。ほんとそうなのよ。だからね、まずはやっぱり、ちょっかい出してくる国を、からそのなんつうの、国土守ったり国民守ったりっていうことをした上での福祉だからね。本当に福祉あったら防衛はいらんって全然ならないから。それ防衛まずした先での福祉だからね。国が国として成り立ってないところっていっぱいあるじゃないですか、世界中に。例えばアフリカなんかもそうだしね、あとはまあ某アジアの国もそうだし、いろいろあるけどさ、国として成り立ってないけど福祉バッチリみたいな国ってあります？福祉バッチリだけど国は政治はダメダメみたいな国ってあります？政治が全然もう成り立ってないのに福祉バッチリなんていう国ないっしょ。ありえないっしょ。順番が違うんですよ。防衛はいらない福祉じゃなくてね、防衛があるから福祉もあるわけで、その順番を間違えちゃいけない、優先順位をね。だからさ、なんかあるじゃん、女性なんちゃらっていう今さ、なんかいろいろ問題になってんけどさ、女性の地位向上みたいなことでさ、公金中中してる人たちがいるわけでしょ。あんなとこに予算なんかつけなくていいのよ、こういう時に。あんなとこに予算つけんだったらそれをだから防衛に持ってこいって話ですよ。なんで私はそういうかって、それだけの危機だからですよ。平時で何にもなくてのほほんとしていられて幸せな時だったらね、そりゃいいけど、でも今本当にもう危機がそこに迫ってるっていうのに、公金中中してる人たちにね、予算何兆円も垂れ流しててさ、ね、何兆円よ。ね、何兆円も垂れ流してんのに、たかが1兆円の防衛費が出せないからって増税とかさ、おかしいよね、本当に。増税ありきだからさ、あの人たちはさ、もうさ、ね、Z 賞。はい。フランスは割とね、税率ちょこちょこ変えますよ。割と消費税とか。消費税とかこっちはテベアって言って、付加価値税なんだけど、付加価値税なんかは、ここ数年変わってないけど、割とちょいと数年前までは、しょっちゅう変えてたね。上げたり下げたり、上げたり下げたり。軽減税率導入してるんで、フランスも。で、なんか軽減税率もどうのこうの難しいだの、その税金一回上げたら下げるのが大変とかって言ってるけど、そんなことないから。はっきり言って。みんなのあれが大変だとかって言ってるけど、そんなことないから。だってこっちちょこちょこやってるよ。フランスができて日本ができないわけないじゃない。あんなのただ言い訳してるだけよ。できないできないって。なんかちゃんと減らしてる私。喋ってて減らしてない気がするんだけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。おるるるるる。はい、戻ってきましたよ。戻ってきましたよ。あれだね、この減らし目するときは喋っちゃいかんね。喋っちゃいかんよ。喋っちゃいかんよ、本当に。いや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 。いや、まあでもね、まあね、いろいろありますけど、ね、日本はね、あれですよ、今、やばいです。切って。あれじゃない、戦後で一番やばいんじゃないか、言ったら。それは外交的にね、じゃあいつが一番やばかったかって言ったら分かんないけども。私だからさ、民主党政権の時も相当やばいと思ったけどさ、それに匹敵する、もしくはそれ以上に今、政権はやばいと思いますよ。この状況の中で言ったらね。この状況の中で言ったら、あの時よりも今やばいかもしれないね。だってあの時はまださ、安倍さんいたから、野党だったけど。で、私は復活信じてたから。でももう今安倍さんいないから。マジやばいと思いますよ。本当。だから次の人が本当にちゃんと育ってくんないと、ここは、ちょっと待って、ここはこうでしょ。今、あんだよね。はい。だからちゃんと次の人が育ってくんないと。だから高市さんもね、なんか安倍さんいなくなっちゃったから押す人がいないから難しいって言われてるし、そうなるとだからあとはだから期待されてるのは萩生田さんかな、やっぱりね。萩生田さんもだいぶ前からもう首相狙える
る人なんつって数年前から言われてたんだけどさ、その前に私は岸さんが来ると思ってたからさ、でもやめちゃったじゃん。ほんと残念。はい、私あれだよ、これはあれいいですよ、陰謀論って言われてもいいんですけど妄想ですね。はい、妄想ということで聞いていただけたらいいんですけど、なんか岸さん盛られたんじゃないって私はちょっと思っちゃうね。盛られたんじゃねえか。まあ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 、そんなことありえますから。だってね、目のある人は最初からもう潰しちゃうっていうさ、ねえいうのもありえなくはないからね。困っちゃうな本当にね。はい、ここまで来たので、そしたらまた2段、そうだね、2回繰り返すんで、これ2回目だと思うんで、2段メディアスアーミをねしてきますけど、いやどれぐらいまでね YouTube で話せるのかちょっと分かんないからさ、恐る恐る実は喋ってんだけどさ、まあ私のとこなんてねそんなマークはされてないから多分スルスル抜けてくと思うんですけど、マークされてる人はなんかね、もうキーワード言ったらもう即なんか制限かかるみたいな、みんな最近そうやってなんか嘆いてるからね、私も恐る恐る喋ってますけどさ、一回そういうのでやられるとね、やっぱり目つけられちゃうからね。一回っていうか、まあ一回ぐらいだったらね平気かもしれないけどさ、結局 AI がまあやってるんだろうけど、でも何回も何回もっていう人になると、まああれだよね、マークされちゃうよねやっぱりね。でも私はその今まで制限なんてついたことないから、きっとまだマークされてないから大丈夫だと思うしね。そんなに言ったらね、そんな何万人も何十万人もさいるようなね、そんななんていうのかな、売れっ子YouTuber さんではないですから、私まだまだって言ってきますかね。まだまだこの先分かりませんからね。はい、まだまだ。はい、なのでとりあえず影響力っていうのはねそんなに大きくはないと思うんでね、大丈夫だとは思うんですけど、でも皆さん本当に今本当に慎重に気をつけて喋ってる人多いですね、いろんなことに関して。とにかくだからなんだろう、あちらさんの望む、私の言うあちらさんっていうのはあちらさんね、あちらさんの望むような世界に、進みつつある中、それに反抗しようという、反抗というかさ、反対する意見だの、そういうのが片っ端から封殺されてる状況なんですよね今ね、言ったら。大手メディアでやらないでしょ、そういうニュースも、そういうのに関連するニュースとか。私は喋りたいこといっぱいあるんですよ。例えば LGBT 法案のことに関してもね、あんなの絶対ダメだからね、絶対ダメだからね。そのことはまた今度っていうか、まあ機会持ってまた話そうかなとは思ってるんだけど、だからそういう流れにね、あちらさんの望むような流れに逆らおうとしてる人たちの言論を封殺する傾向が本当にここ数年非常に強くなってるので、それにすら気づいてない人がもしかしたらいるかもしれないんだけど、だからそういう言論が表に出てこないわけですよね。出てきづらいわけですよね。そういう意見を聞いて、こういう状況なんだよ、こういうことなんだよっていうことをさ、やっぱりちゃんと知ればね、これはいけないんだって、これはダメなんだって思えるかもしれないのに、その情報すら与えられない中でさ、ね、周りからこれはこうしなきゃ、人権って言われて、ね、人権擁護しなきゃみたいなさ、そんな風に世の中なってるけど、いや本当の人権何って。じゃあここまで来たのでまたここで減らします。一目編んでぐさっと刺して、はい、これで減らして、でまた3つ残るまでずっといきます。おっとっと、ついつい忘れちゃうね。はい、これを移してはい、これで OK で、そしたら次は1段メリヤス編みをします。で1段メリヤス編みをして、それを3回繰り返します。1段で減らして1段メリヤスっていうのを3回繰り返すんですけど、これで1、合ってるよね数ね、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、合ってるね。はいはい、合ってる合ってる。そういえば話は全然変わるんですけど、松本零士さん亡くなりましたね。漫画家のね。いやー、松本零士といえば、私にとってはまあ一番は9なんですけど、やっぱりね。でもね、フランスではね、あれなんですよ。キャプテンハーロック昔やってまして、うちの家人なんかも見てたらしいです。キャプテンハーロックはね。で、日本のアニメって本当にその時代って、今でももちろんピカチュウとか普通にやってますけど、普通っていうか、まあチャンネル回せばやってるんですけど、キャプテンハーロックとか、あと他に何があったかな、キャンディーキャンディーとか、あとなんだっけな、なんかいろいろこっちでやってたみたいですよ。でうちの家人なんかはキャプテンハーロックとか見てたとかって言って、ダンスィーにとっては楽しかったでしょうね。だけどさ、こっちにアニメが来るとさ、日本のさ主題歌ってあるでしょ。あれが全然フランス語バージョンっていう、なんつうの、同じ歌がさフランス語バージョンになるんだったらまだしも、全然違くって、全然違う曲でフランス語で、もちろんねフランス語で全然違う曲がつくから、全然イメージが変わっちゃうんだよね。キャンディーキャンディーなんかもさ、タイトル違うしさ、なんつったっけな、忘れちゃったけど、キャプテンハーロックも全然タイトル違うからね。キャプテンハーロックじゃないからね。なんか最初さ、これ日本の漫画知ってるとかって言われてさ、で、はってタイトルだけ言われても知らんなっつって、日本なのに知らないのって、知るかいなっつって、なんだそりゃっつってネットで調べてみたりすると、なんでキャプテンハーロックだ、日本じゃこのタイトルじゃないもんっつって、分かるわけないやんけっつって、そういう話なんだけど、そうでなんでそんな話してるかっつうと、だから松本零士さんがね亡くなったって、こっちでニュースでちゃんとやってたんですよっていう話、ちゃんとやってましたよ、ニュースで。キャプテンハーロックの作者亡くなるみたいな、漫画家亡くなるみたいなニュースをこっちでもしっかりやってましたよ。まああのぐらいのなんつうの、有名作品を書いてる人になるとね、こっちでも訃報が流れるんですな、やっぱりな。まあこっちで日本人の訃報を聞くときっつった有名デザイナーがまあね、こっちでもう有名なデザイナーさんってもちろんいるじゃないですかね。そういう方とかの名前はまあ出てきますけどね、健三さんだのね、なんだのってのはね出てきますけど、漫画家さんで出てくるのはやっぱりあれじゃないですか、そのぐらいじゃないですかね。なかなかそれ以外はどうだろうね。今売れてる漫画だったらあれかもしんないけど、さあ一周してきたのでまた減らすんですけど、こうやってだから一周おきにまずは減らしてって、で最終的にはちょっと待ってね、とりあえずだから減らすわ分かりやすいようにね。じゃあとりあえずこの段でもまた減らして、で12、はい移して編んでね、2目一度して、はいでこっちもはい、これで2目一度、左上2目一度して、はいで8で移してぐさっと刺して、向こう側で編んで、最後編んで、でこれで1辺が10ずつになってるんですよね。だから今ねこれでね、はいでだから片側が20になってるわけです。でこれをだから同じことをあともう1回だね。だから3回やるからね。でちょっととりあえずもう1回同じことやりますね。今減らしたから1周回って、さらにもう一つずつ減らして、さらに1周回って、だからあと3段ちょっととりあえず編んできますわ。はいこれで、1減らして 1周普通に編むっていうのを、普通に編むメリヤスで編むっていうのを3回繰り返してきました。そうすると針に123456789残ってるわけですね。足すと片方18残ってるわけです。18残ってるんだけど、これを先っちょをいくつにするかっていうと、まあ14ぐらいがいいのかなっていう感じなので、14まであとは毎段減らしてきます。はい、毎段減らしてきます。で14になったところで
あれですわ。先っちょ剥ぎますわ。ね。はい。なので、毎段減らすってことは喋っちゃいけないってことだよね。喋ったら間違えるからね、私ね。うん。ね、こうして、ぐさっと刺して、はい、拾って、ここはね、なかなかやっぱり拾いきれないっていうかね、うん、ぐさ、はい、はい、2、3、ね、こういう感じで。じゃあそんな感じで、毎段毎段、端っこを1つずつ計4つね4目ずつ減らして片側を14目まで減らしたいと思いますね。12345ここで移してでぐさっと刺して後ろで編んで最後1つとね。はい、じゃあこれで14目まで減らします。はい、これで14目にしました。1234567 1234567はい、14目ですね。はい、じゃあここからはいでいこうと思いますよ。あら、ちょっと怒っちゃった。じゃあここからはいでいこうと思います。だいたい長さ123、4倍やったら余裕だからこのぐらいで足りっかな。でこれで閉じていこうと思うんですけど、閉じていくんだけれども、ちょっと4本あるとうざいので移します。はい、ちょっと4本さすがにうざいんでね、移しますよ。ここはこうね、2本にします。はい、ということで2本にしました。この方はね全然やりやすいですからね。はい、じゃあどうやってやっていくかというと、この糸が出てるところを後ろにしてね、こう右側に糸が来るような状態になってるわけですけれども、これをどうしていくかっていうと、まずは前から、ここはねもう1回しか入れないんだよね。最初はね1回こう通して外します。そしたらすぐお隣のメリヤスの方、手前の方は、メリヤスの方じゃない、手前の方ね、手前側の針の方はこうまた右から入れます。で基本的には一目にやっぱり2回通すんですけど、最初の目だけは1回になるのかな、これはね。通してね、でこれまだかけといて、で後ろは今右から入れたよね、最初のやつ右から。つまり終わる方向で入れます。編む方向、普通に編む方向で入れます。で裏側はこっちから見るとこう裏目じゃんね、言ったらこれで判断したらいいわ。ここから見たら裏目なんで、まあ裏目編むのは基本右からですよね。うん。なので、ピローンってなんか出てきた。なんだろうね。うん、まあいいや。はい。で、これを1回しか通さない。一番端っこ1回しか通さないんで外して、で、こっちは最初の目っていうか最初の針は左側から入れます。編むのと逆側から入れて、はい。これで後ろ側が終了になるわけで、そしたらまた前に戻ってきて、このさっき通したやつをまた今度左から編む方向に入れて、次は右側から針を入れる。はい。で、後ろも同じように、こっちが右側から針を入れて外したら、次、また左側から針を入れて通す。で、残しておく。はい。で、またこれは左側からこっち側針入れて終了。落としたら、こっちの目に右側からまた針を入れます。はい。で、後ろも右側から針を入れて落としたら、次の目に左側から針を入れますと。で、残しておく。この繰り返しですね。はい。この繰り返しで、じゃあちょっと最後までやっていこうかな。はい。落として、右から入れる。で、後ろ、右から入れて、落として、左から入れる。
おっとととほー、危ない危ない。はい。でこう入れて、最後はこう入れて、でこっちもこうしてこう入れて、でちょっと待って、キュッと引っ張って、はい、ちょっとボヨーンってなってたからね。でこれを拾って落として、最後これでいいんだね。はい、これでいいんですわ。はい、これで編み上がった。そしたらこっち裏側入れてね、ひっくり返して、はい、ひっくり返して、クイ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 ってちょっと引っ張って、はい、でこの辺にちょっとこういう感じで適当にね、なんだ、外れないように。まあ外れることもそうないと思うけどね、外れたことないからだしね、入っててね、中が中側だから、まああんまり気にもならないだろうし、外に出てくることはないしね。うん。よし、これでちょっと戻って、で少し前またこうクリ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 とやったら、もうこれでいいと思います。こういう感じでね、はい、こんな感じでいいと思います。はい。でそれ以外のもろもろのところを、じゃあちょっとこれもだから入れ込んでるから切って OK でしょ。あとは履き口の部分はちょっとこう見て、こっち側だね、こっち側に適当にちょっと少しだけ通したら、あとはここだよね、この位置に縦方向にね、最終的には処理をします。はい、こんな感じで縦方向に処理をしたので、ポチッとなと。はい、これ切って、はい、さよなら。針はさっさとぶっ刺しとかないとね、またすぐ私なくしてしまうので、はい、どうでしょう。こんな感じでございますよ。はい、じゃあこの辺のいろいろついてるのちょっと外しましょうね。はい、外して、はい、で先っちょがどんな感じになってるかっていうと、まあちょっとねこうやって慣らしてあげて、こういう感じですね。なんとなくちょっと丸い感じ。うん。はっ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 は。いい感じなんじゃないですか。どうですかね。ここはピューとまっすぐじゃなくて、ほんのりこう丸い感じになってるかと思いますね。丸い方がね、私の足に合うんで、本当に、本当に合うの、そっちの方が。なので私は丸の方が好きなんでございますよ。はい、こんな感じでできました。さあ、じゃあちょっとこれをあれですかね、とりあえずでもあれか、ソックなんだっけ、なんつったっけ、ソックブロッカー、ソックブロッカーにちょっとはめておこうと思いますね。一応片方は見上がってあれだから、もう片方あるからね。もう片方あるから、ちょっととりあえず、でもちょっと、よいしょ、よいしょ、ああれ、もう編んであった。いや、そうですよ。はい。編みましたよ。先に編みました。はい。だからちょっと時間かかったんよ。動画出すまでね。そう。ちょっと履かせるわ。こうやって。ちょっと、どうよ。もう。ほら、ぴったんこ。見て。どうよ。ほら。できましたよ、両方。これでもうあれよ。水通ししたら履けるわよ。すぐに。いやいやいや、いい感じ、いい感じ。ね。
いい感じ、いい感じ。なぜかこっちの方がちょっとほんのり気持ち緩いんだけど、どういうことどういうことこっちの方がほんと気持ちいい。ほんのり気持ちいい。最初の目を作るときにちょっと、もしかしたらこっちの方がちょっときつめだったのかもね。こっちの方がほんのりゆっくりだ。ゆっくりじゃない、ゆったりだわ。ね。まあいいや。はい。じゃあこんな感じで出来上がりました。はい。同じ段数で編んでるんで、多分大丈夫だと思うんですけど、大丈夫ですかね。なんか両方別々に編むとさ、力加減が変わっちゃって、なんか幅とかなんか雰囲気が変わっちゃったり、雰囲気っていうかその、なんつうの強弱がね、やっぱあるじゃない。その日によっても変わったりするからさ、その辺がちょっとね、別々に編むとちょっとあれなんだけどもさ、ちょっと遠いかちょっと遠いかちょっと画角かけようか。ね。はい、どうよ。こんな感じで入ってるかな。うん。サイズ的にはバッチリだと思うよ、でも多分。ね。こんな感じなので、まあ出来上がりましたということで。いや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 。やっぱりね、この編み方はね、時々私はね、やりたいと思いますね、やっぱりね。うん。言ったら、ある意味、一番シンプルで簡単に作れるっていうか、割と簡単だよね、やっぱり。このかかとの編み方がさ、やっぱりその、なんつうのなんだ、なんとか、なんとかとか、なんとか、なんとかとかなんつうの、ラップだの、なんか、ショートローだの、なんちゃらかんちゃらとかいろいろあるけれども、まあ、これ、かぎ針でこうやって引っ掛けて、抜いて、ね、かけて、っていう感じでやっていくっていう、ある意味、目さえね、なんていうのかな、ちゃんとキープしておけば、まあ一番単純な、簡単にできるんじゃないかなと。まあここら辺がね、ほら穴開くだのとかっていうのもありますけど、こんな感じ。私的にはこんな感じ。うん。ちょっと開いてるかなっていう感じもあるけどね。こっちは大丈夫か。ね。でも、開くようだったらここの周りをさ、こうやってちょっとくくればいいのよ。こうやって糸をね、こうやって通してあげて、周りの、こうやってやるよりも、この目の周りをこうやってね、はい、糸を通してあげてキュッてやった方が私はいいと思いますよ。その方が綺麗にすぼまると思うんで、もし気になるようだったらちょっとそういう感じですぼめてあげればいいんじゃないのかな。はい。という感じでございます。はい。完成しましたよ。だから。はい。やりましたよ。はい。というわけで、完成イエイさあ、今年ももうだから2月が終わって3月になるけど、靴下どうしようかな、また編もうかなとか思ってるんだけど、まあ次はねもう決めてんですよ、何編もうか。またねこれね割り込みなんですわね。割り込み、もう割り込みばっか、どうしよう。先になかなか進まないけど、まあでもあれもあるしね、3月3日のひな祭りライブリレーもあるんで、そっちの準備もしなきゃいけないから、まあ次の動画ちょっと分かりませんけれども、まあ出せるようだったら、まあ近日中にもちろん出すと思いますし、じゃなかったら、まあ3月3日の、那覇年主催の、ひな祭りライブリレーでお会いするっていう形になりますけどね。はい。とりあえず私の時間は3月3日の、夕方18時から1時間半でございます。はい。で、ハンカチをね、コットン糸を使ったハンカチっていうのをやりますんで、もし、ご希望であれば、私のね、前回の、ライブ、思いつきこっそりライブの方で、宿題が出てますので、そちらの方ご覧になっていただいて、準備していただければいいかなと思います。はい。というわけですので、じゃあ皆さん、本日もここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。というわけで、じゃあ、本日はここまで。さよなら。いやさ、前回パリ行った時にさ、私さ、夜暗くなってから帰ってきたんだよね。でね、いややっぱ年取ると、いやもともとそうなんだけど、ちょっとさ遠近感ってのがあまり取れない人でさ、乱視のせいなのか何なのかよくわかんないんだけど、でね、歩道をね歩いてて道渡ろうと思ったら、歩道をさちょっと踏み外しちゃってさ、ガクンってやっちゃったんよ。で左グキってやっちゃってさ、左足首がね痛いんだわ。まだ痛いんだよね。で多分骨折とかひびとか、まあ骨折はしてないのは分かるんだけど、怖いのはひびなんだよね。でもなんか痛さの感じでこうちょっとこうやって曲げたりやってみると、ひびの痛さってのは私知ってるんでやったことあるんで、でもそこまでは痛くないんだわ。だから捻挫だと思うんだけどさ、まだ痛いんだよね。1週間ぐらいか、1週間前ぐらいなんだけどさ、もうちょっとかかるからね、あるまでね。正座が痛くてできない状態。早く治ってくんねえかなと思って。
まあ、あんまり酷使しなければ大丈夫だと思うんだけど、まあ家に閉じこもってるんで酷使することもないと思うんで大丈夫だと思うんですけども、いや捻挫はちょっと痛いわ。痛いっていうかね、というわけです。はい、大した話じゃないですけど、というわけでじゃあね、バイバイ。